皆さんこんにちは。やぶデッサン講座の藪下です。初級編第8回目の課題はリンゴです。特に今回はここに注目してデッサンしましょうという形でテーマを設定しています。今回のテーマは2つあります。1、リンゴの固有色の表現。固有色というのはそのものが持っている特有の色のことですが、リンゴには赤い部分もあれば赤紫に近いところ、また反対に黄色や黄緑の部分もあります。まさにリンゴはリンゴ色というほかないような魅力的な色味を持っています。その固有色を鉛筆で表現したいと思います。2、回り込む曲面と反射光。リンゴは変形した球体と考えられます。この講座では基本形態の球体と卵に続いて3回目の球体ですから、皆さんもお分かりやと思いますが、影側の反射光が特に大切です。反射光を表現することで形が後ろ側に回り込んでいることが表現できます。また明るい側の回り込む輪郭線付近も微妙な明暗の変化を捉えてデッサンします。リンゴはこれですが、書き出す前にリンゴを手に取りよく観察します。いろいろな角度から形や縦横の長さの比率、断面形状、色や重さなどを十分に確かめてください。ヘタの部分のラッパ状の落ち込みや底からの果肉の盛り上がり具合、デッサンでは見えませんが、下側のヘタの形も観察しておきます。リンゴがもう一つあるなら、食べて味を確かめることもおすすめします。デッサンをする前の準備運動みたいなものですから、十分に感覚をほぐします。また、卵のデッサンでやったように、リンゴを両手ですっぽり包んでみてください。そして手のひらの触覚でリンゴの全体像を感じてみてください。デッサンをするときには一方向からの姿しか見えませんが、このように手のひらの中にリンゴを包み込むことでリンゴの全体像が同時に感じられます。デッサンをするときにもこの全体を同時に意識することを心がけます。画用紙はやつ切りの大きさ 38cm×27 センチと、鉛筆は三菱ユニの 3H から 4B までの濃さの鉛筆を使いました。動画の再生速度は前半は2倍速で、後半は3倍速、4倍速にしました。必要に応じて再生速度を調節してください。また、制作時間は2時間30分でした。この動画を最後まで見て、制作手順、鉛筆の動かし方、練りゴムの使い方などをぜひ参考にしてください。動画を見て、なるほど、そうするのかと合点がいけば、それだけ皆さんは上達したことになります。それでは、リンゴのデッサンを始めましょう。まず最初に当たりを取ります。光源は左斜め上にあります。リンゴの置き方は、リンゴが最もリンゴらしく見える向きに置いてください。また、上のヘタがたくさん見える方が描きやすいですよ。画用紙のどこに描くのか、大体の位置と大きさを薄く描きます。鉛筆を軽く持って筆圧を抑えて薄く描いてください。実際のモチーフより小さくならないように少し大きいくらいがいいです。リンゴの影のできる側と下側の空間を反対側よりも広く取っています。デッサンが描けてくるとリンゴの重さも表現され、リンゴが重力で下に沈んだように見えて窮屈に感じられるのを防ぐためです。影もモチーフの一部ですから、全体のバランスを考えてリンゴの位置を決めます。それでは形を描いていきます。描く大きさと位置がだいたい決まったら、リンゴの高さと最大幅を決めて、リンゴの中心線を描きます。このリンゴの中心線は右に少し傾いていました。輪郭線を描いていきますが、リンゴの輪郭線はよく曲がっているところとそれほど曲がっていないところがあります。よく曲がっているところに着目しながら線を引っ張ります。ヘタの部分もざっと描いておきます。形、量の重なりに注意しながら輪郭線をもう一度描き起こします。
ヘタの形を描いていますが、重たい果肉を木の枝にしっかりつなぎ止めている部分ですから、少し大きめに描いています。また加工の上の端とリンゴの輪郭線が重なるようであれば、加工を少し上にずらして描いておきます。盛り上がっている形からリンゴのまだら模様につながる線を目印的に描いていますが、模様は加工の根元部分に向かって落ち込んでいきますから、そこはしっかり確認しておきます。影も大体の形を薄い線で描いておきます。形からはみ出している線は消しゴムで消し、濃くなりすぎた線は練りゴムで薄くしておきます。最後に消しゴムや練りゴムの消しカスを跳ねぼうきで払っておきます。これで形は完成です。リンゴの明暗を描いていきます。使用する鉛筆は明るい部分は 3H から HB、中間の色の部分は HB から 2B、暗い部分と色の濃い部分は 2B から 4B を目安に、薄い鉛筆から使って徐々に濃さを上げていきました。最初にどこから光が来ているのか、光源の位置を確認しておきます。次にリンゴの一番暗い部分、赤みの鮮やかな部分、そして一番明るい部分を確認します。光が当たったリンゴの明暗を図式化するとこのようになります。光は左斜め上からやってきます。光の当たっている一番明るい部分、その外側の中間の明るさの部分、光の届かない暗い部分、この暗い帯の中に一番暗いところがあります。そして影側と下向きの面はぼーっと明るくなります。これを反射光と言います。このリンゴは少し分かりにくいですが、この反射光が影側の曲面を背後に回り込ませるためのポイントです。明暗は一番暗い部分とそれが含まれる暗い帯、また赤の色味の濃い部分から描いていきます。鉛筆は B を使っています。デッサンでは基本的に形に沿う方向の線で描くと形が表現しやすいです。リンゴの場合、中心線に対して水平に輪切りにした時の切り口の形、縦方向はリンゴのまだら模様の方向が基本になります。その他にも明暗や固有色のつながりに沿って他の方向の線も使いますが、いつもリンゴの曲面の形を意識して曲線を使ってデッサンします。リンゴの暗い帯と一番暗い部分、赤の色味の濃い部分を探すように鉛筆を入れます。このように粗い網を描くようにスピーディーな曲線を描いていきます。リンゴの曲面は球体のように均一な曲面ではなく、よく曲がっているところとそれほど曲がっていないところの連続でぐるっと一周していますから、よく曲がっているところに注意して線を入れていきます。ヘタの部分の内側の曲面も描いていきます。縦方向の曲面も描きます。この曲線の向きはリンゴのまだら模様と同じ方向の曲線を使います。この曲線はリンゴの縦方向の膨らみを表現しますから、まだら模様の向きをしっかり観察して同じ方向の曲線を描きます。リンゴの型の部分の膨らみは特に難しいですから、慎重にまだら模様の膨らみ具合を追いかけてその通りに描いていきます。この線は加工の根元のところから始まっていることを意識してください。
できるだけ早い段階で立体感が出るように、色味の濃い部分、影の帯のデッサンを先行させ、そこから明暗の階調が広がっていくように描きます。台紙状の影も水平方向の線を多用して描いていきます。接地面付近の影がとても暗いですから、思い切って暗くしておきます。加工も遅れないように描いていきます。加工は円筒形の形ですから、ざっくり光の当たっている面と影側の面を描いておきます。暗さのつながりに沿って斜め方向の曲線を使っています。縦横の曲線を使っていますが、いつも形を意識して形に沿う線を描くように心がけています。横方向の線は面がよく曲がっている部分に注意して、縦方向はリンゴのまだら模様に沿うように特に注意して描いています。まだ大まかな明暗と色味を描いていますから、リンゴの表面の模様はまだ描いていません。果肉の部分のデッサンの進み具合に合わせて加工も遅れないように描いていきます。リンゴのデッサンではこの加工と型の盛り上がり、そしてラッパ状の落ち込みがポイントになります。台紙状の影はリンゴの置かれている空間の表現に欠かせません。手前は強く濃く、奥に行くほど弱く薄くしておきます。リンゴの大まかな明暗が欠けてきたので、よく目立つリンゴのまだら模様も当たりを取るような感じで描いていきます。
リンゴの模様も自分に近いところ、手前にある模様は少し強めに描き、輪郭線付近や奥側にある模様は手前よりは薄く描きます。この段階で細かくなりすぎないようにざっくりした模様の色味をつけています。またリンゴ全体の明暗描写に戻ってきます。落ち込みの内側の面も形に沿う曲線を使って描いていきます。このようにデッサンは全体から細部へ、細部から全体へと行きつ戻りつしながら進んでいきますが、いつも全体の完成度が同じになるように心がけて描いていきます。それはリンゴが置かれている台紙やその周囲の空間も含めて一つのモチーフであると考えて、同時にそれを意識するためです。リンゴの模様を書き込んでいきます。手前にある模様は 3B、4B の鉛筆を使っています。周辺部分や奥にある模様は強くなりすぎないように HB から 2B の鉛筆で描いています。また模様を描きながらも全体の調子に注意してその都度弱く見えている部分を書き込んでいきます。ここで調子という言葉を使いましたが、リンゴにできる陰影や固有色のリンゴ色、材質感や空間を表現するための濃淡、強弱、明暗を総じて調子という言葉を使っています。模様もいきなり濃く描くのではなく、大雑把な色味から始めて全体の調子を見ながら徐々に濃く描いていきます。加工は円筒形ですから、明るい部分、暗い部分、影側の反射光の3つをひとまとまりに考えます。小さい部分ですが、重い果肉を枝につなぎ止めておく強靭な部分ですから、しっかり観察して描いておきます。ここでよく光っているハイライトを練りゴムで白く抜いておきます。
奥まっている部分や輪郭線付近は固めの鉛筆を使って発色を鈍く弱くして描いていきます。また手前の模様に戻ってきて、より赤みの濃い部分を描き込んでいます。デッサンをしている時も頭は動かさずに目線だけはモチーフと画面を往復させ、明暗を常に確認してください。時々2メートルほど離れたところにデッサンを置いて、モチーフとデッサンをゆっくり見比べてください。距離を置いて見ることで自分のデッサンを客観的に見ることができます。そして明暗をしっかり確認してからデッサンを再開します。見る、確認する、書くのサイクルを常に繰り返します。ハイライトを強めたり、輪郭線付近を練りゴムで弱めたりしています。リンゴの模様の色の薄くなっている部分を練りゴムで薄くしています。練りゴムを使ってデッサンするという感じです。練りゴムの先をヘラ状にしてさするように使ったり、底を平らにして軽く叩くように使っています。必要に応じて練りゴムの形を変形させて使ってください。練りゴムを使う場合も手前は強く奥は弱くなるように使っていきます。自分に近い部分ほどリンゴの赤みを強く描き、遠ざかるにつれて少し弱く描きます。輪郭線付近は自分から一番遠くにありますから、手前と輪郭線付近の強弱を考えて練りゴムを使っていきます。また影側の輪郭線付近と下側には反射光が入りますから、それも考慮に入れてデッサンをしていきます。また手前の赤みから強めています。ラッパ状の落ち込みの陰影の形もしっかり曲線を使って描いています。また加工の影を描くことで加工の後ろ側の空間を表現できます。台紙の平面的な形を表現するつもりで影を描きます。明暗は手前と奥の空間の奥行きにも注意して、手前は強く奥は弱く描いていきます。加工の明るいところを練りゴムで抜き、コントラストを強めています。手前は強く奥に行くほど弱くを意識しながら全体の明暗や色味を調整しています。輪郭線付近は後ろ側に回り込む形ですから、 H 系の鉛筆を使って発色を抑えて弱く描いています。尖らせた練りゴムを押し当てて白い斑点を抜いていきます。ここでもう一度練りゴムを使ってリンゴの明暗、固有色の濃淡、周辺部分の調子の強弱を最終的に検討しています。目線だけを動かしてデッサンとモチーフを見比べながら、全体の調子から破綻を起こさないように結構慎重に練りゴムを使っています。
練りゴムを使った後、全体の調子に注意しながら書き込んでいきます。動画ではずっと書いているように見えますが、何度も少し離れたところにデッサンを置いて、モチーフとデッサンを見比べ、書くべきところを確認しながらデッサンを進めています。完成に近づいていますから、この距離を置いて冷静に見比べることで問題点を見つけることはとても役に立ちます。デッサンのどの過程でも言えることですが、見る、確認する、書くのサイクルを忘れないように心がけます。初心者の間はモチーフを見て確認するという作業がどうしてもおろそかになりがちですから、特に注意をしてください。版模様の赤みの強い部分や色味の変化をさらに書き込んでいきます。周辺部分や反射光の中の模様の色味の変化は全体の調子の中に収まるように注意して書きます。加工も円筒形の明るい中間影側の反射光を忘れないように、先の尖った鉛筆で最後の書き込みです。台紙状の影も明暗を調整して形を整え、輪郭線付近は練りゴムでぼーっと弱めておきます。リンゴの斑点を先を尖らせた練りゴムで白く抜き、その後鉛筆をかけて全体の明暗の中に収めています。2日ほど時間を空けて気になるところを最終的に書き込んでいます。集中してデッサンをしている時には気がつかなかったことも、少し時間を空けて眺めてみると書き足りないものに気づくものです。皆さんも行き詰まった時には少し時間を空けてみるのも一つの方法です。手前の模様の強いところをもう少し書き足し、回り込む曲面付近や反射光の中の書き込みを強くならないように調整しています。そろそろこの辺りで完成にしておきます。はい、皆さんいかがでしたか？今日は初級編第8回目の課題としてリンゴのデッサンをしました。準備編1のデッサンについての中でお話ししたように、私の頭の中にあったリンゴのイメージと実物のリンゴの間にはかなりの違いがあったように思います。リンゴのデッサンは何度も描いていますが、描くたびに新しい発見があるように思います。リンゴ色としか言いようのない魅力的な色味や
果肉部分の形の膨らみ具合などなど、本当に魅了される良いモチーフだと思います。皆さんはこの動画を最後までご覧になったので、制作手順、鉛筆の動かし方、練りゴムの使い方などがなんとなく分かってもらえたと思います。ぜひ皆さんも魅力的なリンゴのデッサンに挑戦してみてください。今回のテーマは2つありました。リンゴの固有色の表現。固有色というのはそのものが持っている特有の色のことですが、リンゴには赤い部分もあれば赤紫に近いところ、また反対に黄色や黄緑の部分もあります。その固有色を鉛筆で表現しました。リンゴのリンゴ色というほかないような魅力的な色味をまず感じ取ることから始まります。2、回り込む曲面と反射光。リンゴは変形した球体と考えられます。影側の反射光や明るい側の回り込む輪郭線付近の微妙な明暗の変化を捉えることで、回り込む曲面を表現します。H 系の鉛筆を使って発色を鈍くすることで同じ濃さでも弱く見えます。はい、皆さんお疲れ様でした。リンゴのデッサンの説明は以上です。次回の第9回はステンレスボールのデッサンをします。この動画が参考になったという方は、チャンネル登録、高評価、コメントもお願いします。それでは今日はこれでおしまいにします。また次回の動画でお会いしましょう。皆さんごきげんよう。